こんにちは。ミニマリストになりたい私、もちです。今回は家中を見て回り、今使っていないもの、不要なものをたくさん手放しましたので、その捨て活の様子をお届けします。今回は大量です。片付けが本当に苦手で、部屋はいつも散らかっていた私ですが、捨て活を始めてから見違えるぐらいすっきりとした暮らしをできるようになりました。といっても根本ズボラな性格は変わらないので、今もなお気づけば収納が荒れてしまったり、物が増えてしまいがちです。なので、使っていないものは全部捨てるを目標に定期的に大きな捨て活をするようにしています。この動画が捨て活を頑張りたいという方のやる気スイッチをオンにする動画になってくれたら嬉しいです。それではスタートです。今回の捨て活マイルールは3つです。まず、使っているもの以外は基本手放します。ただこの時、捨てる理由はしっかり持つようにしています。捨てること自体が目的ではなく、快適に暮らせるようにするための捨て活なので、理由もなく闇雲に処分してしまわないよう心がけています。理由を考えることでリバウンド防止にもなります。そして手放すことを決める際は処分の方法は考えません。ズボラな私は処分方法がわからなかったり、処分に手間がかかりそうなものっていらないとは思ってはいても、面倒だからつい捨てずにそのまま残してしまいがちだったんですよね。処分する手間を物を残す理由にしてしまわないためにも、まずは自分の手元に残すか手放すかだけを考え、捨て活を終えてから処分方法を考えるようにしています。ということで、今日も捨て活頑張っていきたいと思います。まずは玄関から。現状はこんな感じです。一見すっきりしているようには見えますが、本当に今必要なものだけになっているか一つ一つチェックしていきます。こちらの箱には収納力を落とすために取り外している備え付けの棚を保管しています。一応ちゃんと手に取って見ていきます。隣にはビーチサンダルを置いています。海に行く時に必要かもと思って取っておいていましたが、思い返してみればここ数年履いていませんでした。で、実は先日ついに履ける機会があったんですよね。ですが、ビーチサンダルって脱ぎやすいし動きづらいなと思い、せっかくの体験を思いっきり楽しむためにも結局新しくスポーツサンダルを買ってしまいました。でもスポさんなら水遊びにはもちろん、フラッとお出かけする時にも使えたりして、 B さんよりも本当に使い勝手が良かったです。出番がずっとなかったこちらは処分します。続いては靴のメンテナンスツールを見ていきます。こちらは靴のツヤ出しスポンジ。考えてみれば何年も前に買ってから一度も使ってなかったように思います。革靴は古いストッキングで拭くようにしているので、かさばるスポンジはいりませんでした。こちらは処分します。革靴用のクリームです。かなり古くて、実は購入してから5年10年もうほんと記憶にもありませんが、相当古く若干カピカピ乾燥してしまっていました。ネット情報曰く、大まかな目安は未開封で3年、開封後は1年とのこと。明らかに目安の期限は突破してしまっているので処分することにします。もし次買うのであれば、もっと自分の使用量に合う小さいものを買わなきゃいけないですね。靴を洗うのに使っていたブラシもボロボロなので処分します。続いては靴です。手持ちの7足の靴はどれも使うアイテムですが、状態が悪くなっていないか一足一足チェックしていきます。こちらのローファーは擦れや痛みが気になってきたので手放します。購入してから2年経つものですが、やっぱり合皮だからか劣化は早めでした。また新しく似たようなローファーを購入したいですが、次はもっと長く履けるよう本革がいいのか。でも雨にも強い合皮は使い勝手が良くて魅力的だし、悩みどころです。超お気に入りのオールバーズのスニーカーも結構汚れてきた気がします。そろそろ替え時？いや、まだいけると頭の中でぐるぐる問答してしまったので、次の靴が見つかるまではまだもう少しお世話になろうと思います。でも次も買うなら絶対オールバーズにしたいですね。災害に備えながら使うローリングストックのお水を置いていますが、数が少なってきたので買い足しが必要そうです。その下は緊急避難リュック。地震の時は基本在宅避難することを考えていますが、火事などをすぐ脱出しなければならない災害を想定して、1日は生き延びられるだけの最低限の荷物をまとめています。詳細な持ち物はこちらの動画で紹介していますが、この機会に改めて中身をチェックします。
399セットに入れていた軟膏ですが、なんと使用期限が2023年9月。開封もしていますし、品質の劣化もかなり進んでしまっていると思うので処分します。食品も見ていきます。長期保管ではないお菓子類は全部賞味期限が切れていましたので入れ替えが必要です。避難旅客から取り出しておやつとして食べて楽しもうと思います。長期保管用の食品はさすが賞味期限はまだまだ先でした。水は 500ml を2本も入れてしまっていましたが、1日生き延びるためには1本でなんとかなりますし、むしろリュックの重たさが避難の妨げになると感じたので1本減らそうと思います。トイレットペーパーも普段使っている3枚巻きを入れていましたが、かなり重たいのでもっと軽いものに変えようと思います。ということで防災リュックの見直し完了です。ちょっと軽くなった。捨て活のついでに点検することを習慣にしたいと思います。玄関収納の一番下は捨てるか迷っているアイテムの一時保管場所にしています。取り出しにくいこちらへ置くことで捨てた生活をしばらく疑似体験できて納得して手放せるので、迷うものはとりあえずここに置いています。まずは4連のパンツハンガー。前回のお洋服の捨て活で服の数をかなり減らしたので試しになくしてみましたが、全く問題がなかったので手放すことにします。こちらはコンサートでもらったペンライト。もう使わないとは分かっていてもすぐに捨てる気持ちにはなれなかったのでここに置いておきました。しばらく距離を置いたらもう大丈夫と自分でも思えたので処分します。こちらはタイプ C の短いケーブル。普段は使っていないですが、でもどこかで使う場面が来るかもとなんとなく予備として取っておいていました。ここに置いてみてやっぱりいらないんだと納得できたので手放します。ということで玄関収納からはこれだけのアイテムを手放すことができました。また一段とすっきりして嬉しいです。続いてはキッチンです。電子レンジの横に取り付けている収納ですが、なんだかごちゃごちゃしていますね。こちらのお弁当袋、退職してからはすっかり使わなくなっていました。使う日があるかもと思って取っておいたんですが、毛玉も大量発生しているくらい十分使ったので3枚とも全て処分します。保冷バッグも取っておいたのですが全く使っていないので処分します。よく見たらちょっとシミもあって衛生的にはもっと前に処分してもよかったアイテムだったかもしれません。袋がなくなるとたくさんのフックが吊り下がっている状態があらわになってしまいました。使えるかもと思ってとりあえず引っ掛けていたんですよね。何も引っ掛けるものがなかった S 字フックが2つとも処分します。お気に入りだったグッズのチャーム、使いどころがなくとりあえずこんなところにつけていましたが、飾っているつもりが目にも止まらない置物とかしていました。ようやく自分には不要なものだと納得できたので手放します。無印良品の引っ掛けるワイヤークリップも引っ掛けているだけでは何の意味もないので処分します。必要なものだけを残したらかなりすっきりして気持ちがいいです。冷蔵庫の中も見ていきます。いただき物のドレッシング、とてつもなく辛く、わさびがそんなに得意でない私の口にはちょっと合わなかったんですよね。なんとか料理の味付けに使って消費しようかと取っておきましたが、いただいてから数ヶ月経っても手をつけられていないので、ここは勇気を持って処分しようと思います。いただき物を処分するなんてひどい。しかもそれを動画にするなんてさらにひどい。そんな意見もあるかと思います。私も本当にそう思います。でもこうやって手放すと伝えることに抵抗感を持っていたら、気づけば本当にもらい物を手放せない、そんなマインドブロックが自分にかかってしまっていました。もらい物を手放すのは勇気がいる。だからこそ正直にお伝えすることに意味がある。そう思い、これからは包み隠さず動画でも取り上げることに決めました。いただき物を手放すなんてひどいとコメントしたくなる気持ちもすごくわかりますが、そんなことはもう私自身が誰よりも痛感していることですので、そっと心の中に留めていただけると嬉しいです。ただ私がこんなものを捨ててばかりの YouTube をしていること自体、周りの友人には伝えておらず、プレゼントをくれた本人が知ることはないはずなので、そこは安心していただければと思います。もらい物を手放すことはしょうがないことかもしれないけれど、それをくれた方にわざわざ伝えてはいけないことですからね。こちらもいただき物の芋蜜、すごく美味しくってしばらくオートミールにかけて優雅に楽しんでいたのですが、ここ数ヶ月は作るのが面倒で、あとちょっとのところで食べるのをやめてしまいました。で、そうこうするうちに謎の塊が出てきてしまっていました。
ちょっとやばそうなので本当に申し訳ないですが手放すことにしますと伝えようと思っていたのですが、調べてみたらどうやらこのちょっと気持ち悪い塊は蜜が結晶化したためらしく、品質には全く問題のない自然現象みたいです。湯煎で溶かしてみたらなんと元通りになったので、オートミール習慣を再開してこちらはしっかり使い切ろうと思います。続いて上の棚を見ていきます。上段はお米とプロテインのストックだけなので大丈夫そうですが、調理道具や食品を入れている下の段はなんだかごちゃっとしています。せっかく物を減らしても時間が経つとまた散らかってしまうズボラあるあるですよね。積み重なっている袋類は一つ一つ取り出します。棚の奥からなんと使いかけの冷麦と使いかけのそうめんが出てきました。重なる袋類に紛れて持っていることを全然把握できていなかったです。こうやって賞味期限切れの食材を生み出してしまうんだと反省です。塩麹を手作りしようかと取っておいた米麹、つい億劫で買ってから何ヶ月も経ってしまい、賞味期限も過ぎ去ってしまっていました。もう後回しにしないで明日作ろうということで地上に置くことにします。棚の奥からは旅行のお土産で買ってきたミルクティーやもらい物のティーバッグ、スティックタイプのカフェオレが出てきたり、もうどうやらお茶たちが収納を散らかしてしまっているようでした。お茶類は取り出し、麺類だけは何があるか一目でわかるよう並べました。こうすればもう存在を忘れることなんてないはずです。取り出したお茶類をどうにかしなければなりませんが、実は隣の箱もお茶っ葉を収納している箱なんですよね。量が多すぎてここでは拉致が開かないので広い机へ移動します。箱の中は片栗粉やお砂糖、塩の他は全部お茶ばかり。お茶好きを公言していたらありがたいことにお茶をいただくことが増えてしまって、気づけば使い切れない量になってしまっていました。しかも最近は歯の直食汚れがちょっと気になってきてしまい、できるだけお茶より水を飲むようにもなっていって、お茶っ葉がどんどん溜まる一方の状況でした。悩ましいですが、もう箱に入りきらない以上どうにか減らさなければなりません。とりあえず賞味期限切れは処分します。この調子で古いものも処分できたらいいんですが、お茶っ葉ってほとんど賞味期限が書いていないんですよね。手放す理由がなく、なかなか困ってしまいました。とりあえず口が開いているものは優先的に使い切るため、かさばる大袋からは取り出してひとまとめにすることにしました。収納自体を増やすことって本当はあんまりしたくないのですが、これだけ物に溢れてしまったらもうしょうがないですね。整理することを優先させます。そしてサンプルとしてもらった小分けのお茶っ葉はおそらく使うターンが来ることは一生なさそうなので、全部処分することにしました。選別の結果、とりあえずこれだけに減らすことができました。今回はひとまずこんな感じに収まりましたが、お茶ボックスはこれからも課題ですね。続いてシンク下の食器を見ていきます。長年愛用した腹ペコ青虫のお弁当ボックス。今でも保存容器として重宝していたのですが、容器底の落ちない汚れが気になってきました。悲しいですが、たくさん使えたと思うので処分します。タッパーは他にもあるので、代わりはしばらく買い足さないでみようと思います。お弁当用のご飯を入れていた容器ももう不要なので処分します。調味料類も見てきます。こちらのスパイス、しばらく使っていない間に賞味期限が1年も切れていました。使い切れないものを買ったことを反省して手放します。バニラエッセンスです。おそらく以前の動画で手放すとお伝えしたものだったと思うのですが、やっぱり使うかもと思って戻してしまっていました。結局全然使わず、賞味期限もだいぶ過ぎていますので、今度こそ処分します。お土産で買った七味唐辛子、いいやつだからと大切に使ってたら、まだ半分を残したまま賞味期限切れに。もうむしろもったいないです。処分しようかとも考えましたが、腐るものではないはずですし、まだ大丈夫じゃないかなと思い、この冬絶対必ず使い切ることに決めました。調理器具を置いている引き出しも見ます。計量カップとプロテインについていたスプーンを手放します。私には計量カップが一つあれば十分でした。お弁当用の箸も今の私にはいらないので手放します。毎日使っているお箸もコーティングが剥げていたり、かなりボロボロになってしまっていたので処分します。もう一線だけお箸を持っているので、とりあえず新しいものは買い足さず過ごしてみようと思います。お鍋と防災用のカセットコンロを置いている棚は変わらずすっきりで手放すものはありません。
やっぱりこれぐらいすっきりしていると散らかりようがないので本当にいいですね。ということでキッチンからはこれだけのものを手放すことになりました。続いては洗面所です。コンクールのマウスウォッシュ、実はこの1年使っていないものでした。虫歯防止にもなるし口がすっきりするということで一時期は使っていましたが、なんだかんだ私には歯磨き粉があれば十分で気づけば使わないものになっていました。長らくもったいなくて取っておいてしまっていましたが、今日で手放すことにします。旅行用にシャンプーを詰めようと思っていた空のチューブボトル2本、結局旅行は砂についているシャンプーで済ませられていて出番がなかったので手放します。未使用でもったいないとも思いますが、こういうものがたくさん溜まって我が家は散らかってしまっていたので、ここは心を鬼にして手放します。アイシャドウ用チップも最近はブラシでメイクするようになり不要になったので処分します。100均で買った水に流せるポケットティッシュです。12個入りとすぐには使い切れないほど大量で困っているアイテムでした。後から気づいたのですが、これを避難リュックに収納すればポケットティッシュのストックとしても、そして重たかった災害用トイレットペーパーの代わりにもなると思い、こちらは後ほど避難リュックに保管場所を変えることにしました。自宅でできるホワイトニングシート、めんどくさくって私には合いませんでした。でも買ったからにはちゃんと使い切らなきゃと取っておいていましたが、面倒なものは面倒でこの先も減ることはなさそうです。もったいないですが今の自分を優先して手放すことにします。旅行用に持っていた小分けの洗顔パウダーも小さく詰め替えれる今の洗顔に変えてからは全く出番がなくなってしまっていました。メイク落としも洗顔もこれ1本で済ませられちゃうので本当に楽ちんなんですよね。小分けの洗顔パウダーは出番がないのに取っておいても仕方がないので、目立つ洗面台の上に置いて毎日の朝の洗顔でさっさと使い切ってしまおうと思います。もらい物のバスソルトがたくさん出てきました。いただいてありがたいものの面倒だから普段シャワーで済ませてしまうのでどんどん溜まるばかりです。でもせっかくのバスソルト、健康のためにこの冬は積極的にお風呂に浸かろうと思います。電動歯ブラシのブラシはこのタイミングで交換しようと思います。使い古した歯ブラシはお風呂に置いて掃除用として活躍してもらう予定です。見直しの結果、洗面所からはこれだけのものを手放すことになりました。続いてはリビングルームです。まずは日用品を入れている収納から見ていきます。上段には掃除用具と日用品のストックを入れています。防水スプレーが出てきました。実はここ数年使っていないものでした。ずっと迷っていましたが、使わないものをいつまでも残しておいても収納を圧迫するだけ。今日こそ処分することにしました。もし必要になれば買えばいいですし、もっと小さいサイズを買おうと思います。水回り用の撥水スプレーです。汚れがつかなくなっていいという噂を聞いて買ったものの、噴射する前に汚れを落としたり水を拭き上げたりしなければならず、面倒であっという間に使わなくなってしまいました。以前の捨て活動画では使わなくなってしまったけれど買った責任を果たすためこれは使い切ると宣言しましたが、やっぱり使う機会は作れず一向に減りません。ということでもうギブアップ、今日で処分したいと思います。で気づいたんですが、こんな風に撥水剤を塗布するために丁寧な掃除ができる方ってこのスプレーをしなくても綺麗を維持できているのではと感じてしまいました。とりあえず丁寧な掃除が苦手な私のようなズボラは手間をかけず洗った都度ちゃちゃっと汚れを拭き取る小掃除の方が合っていました。自分に合わないものを無理に使い切ろうとしても苦しいだけ、手放してもいいんだと今回学ぶことができました。そして今まで隠していましたが、こちらに光脱毛器を置いていました。いつもやらなきゃと頭の片隅で考えてはいましたが、面倒で全然使えていなかったんですよね。で先日動画でもお話ししましたが、ついにここ1年ほどは医療脱毛に通うようになり、本当に用なしになってしまいました。クリニックの施術はあまりにも楽ちんだし、脱毛効果も段違いだったので、もっと早くから通えばよかったと悔しいくらいです。ということでこちらの脱毛器は処分します。で実は収納している箱の中になんとクモの死体が転がっていたんです。クモが死んでる。ちなみに私大の虫嫌いです。使わないものを放置しておくとこういうことが起こるんですね。泣きながら箱も処分します。滑り止めの余りです。食器下に使った余りをどこかでまた使えるんじゃないかと取っておいていましたが、結局使う場所は見つからず今回処分します。
避難リュックに入れていたトイレットペーパーはストックに戻しておきます。続いて文具と本コーナー。会社で何かの記念にもらったペンセットももったいないですが使わないので処分します。細いフリクションペンは色違いがもう1本あるので1本は処分します。こちらも会社の記念品かなんかの多機能ボールペン。高級な見た目で重たくてなんかお金かかってるなという感じはしますが使わないので処分します。読んでいない本3冊を手放します。手に入れた時は読みたかった本のはずなのに今は読めてないから読まなきゃと義務感を感じる本に変わっていました。ここにあるより本当に読みたい方に届いた方がいいはずですので自分の手元からは手放そうと思います。ちょっとだけ使ったメモ帳、まだ書けるところはいっぱいあるしと残していましたが、メモ帳自体使う機会がない私には不要でした。手放します。グッズのクリアファイルが何個か出てきました。見ているとテンションが上がる、そんなとっておきのお気に入りだけを残し、心苦しいですがその他は手放そうと思います。厳選したお気に入りもしまっておくだけではなく積極的に使っていく予定です。無地のクリアファイルもたくさんあったので2枚だけ残してあとは処分することにします。続いて電子小物類を入れている箱を見ていきます。マウスが2つもあります。1つは会社で使っていたものでもう不要だと思うのでここはちゃんと手放そうと思います。動画用のピンマイク、メーカーもよくわからないお安いものでしたがあんまり音質は良くなかったのでここはお金の使いどころとよりいいものへ新調しました。音声どうですか？古いものは手放します。小物入れを見ていきます。有線のイヤホンも使っていないので処分します。何かに付属していた変換アダプターですが一度も使ったことがないので処分します。こちらは食品のローリングストック置き場。避難リュックから取り出した賞味期限切れのお菓子もこちらに置いておき積極的に消費する予定です。食品は端から賞味期限順に置いていますがレッドカレーの素が賞味期限切れでした。すぐにでも使い切るためこちらはキッチン台に置いておきます。ということでリビングの収納棚からはこれだけのアイテムを手放すことができました。また一段とすっきりして使いやすくなった収納に大満足です。続いてはドレッサーです。自分には似合わなかったほぼ新品のリップ。もったいないしフリマアプリで売ろうか。でも面倒だし衛生的にもなーとか考えていたら何ヶ月もただただ放置してしまっていました。もう面倒ならただ処分すればいいじゃんと決心がついたので今日処分することにします。シンガポール旅行に行った時に余ってしまった硬貨。両替もできないし少額で何も買えないし使い切れず日本まで持って帰ってきてしまって処分に困ってます。海外の硬貨が余った時皆さんどうしてますか？で実はラッキーなことに今度シンガポールに住んでいる友人が日本に遊びに来て会うことになっているのでその時友人にあげようかなと考えています。断られちゃうかもしれませんけどね。化粧下地や化粧水など試供品のアイテムがたくさん出てきました。旅行の時にでも持っていこうと思っていましたが結局旅行っていつものお気に入りを使っちゃうので全く減らせなかったんですよね。このままだと溜まってしまうばかりなので一軍メイクボックスに入れて優先的に使い切ることにします。試供品を使い切るまではしばらくはいつものお気に入りは手の届きにくいところへ隠しておこうと思います。試供品のメイク落としはお風呂場に置いておきます。先ほどもちょろっと紹介しましたがこちらの私の一軍メイク落としはクレンジングと洗顔がこれ1本で済んじゃうとっても楽ちんなアイテムで肌悩みの多い私ですが肌調子も本当に良くなりました。なので楽しい旅行の時こそ試供品のオイルよりもやっぱり使い慣れたお気に入りを詰め替えて持っていきたいんですよね。試供品は今晩ささっと使い切っちゃいたいと思います。ちなみにこちらのお気に入りメイク落としは以前動画でもベストバイアイテムとして紹介させていただいたんですが予想以上に好評いただき本当に嬉しいです。ただ試してみたいけれど定期購入という点がネックだった方もいらっしゃったかなと思うんですよね。そんな方にお得なお知らせなのですが実は9月30日まで楽天市場で使える割引クーポンを私のチャンネルの視聴者様限定で発行してもらいました。もし買い切りで一度試してみたいという方はぜひぜひ概要欄のリンクからクーポンをゲットしてお試しください。楽天市場のこのお得な期間にまずは気軽に試してみて
もしこれからも使いたいと思えたら、さらにお得な定期便に切り替えるのが個人的なおすすめです。定期便の方も概要欄のリンクからの購入がとってもお得になってますので、ぜひぜひご活用ください。最後にクローゼットです。お洋服の捨て活は別の動画で上げているので、今回はお洋服以外を収納しているクローゼット上の捨て活をやっていきます。紙袋が3枚出てきました。誰かに物を渡す時などあったら便利なので一応取っておいてしまったんですよね。でもそんな機会ってめったにないですから、もう1枚あればもしものための備えは十分です。処分することにします。普段あまり使わない小物を入れている収納ボックスをチェックします。水着のトップスを手放します。最近は好みも変わり、カップ付きインナーにラッシュガードを羽織るスタイルがちょうどいいです。普段着とも兼用できますしね。こういったデザインは好みではなくなったので処分します。カメラの外箱です。中にはめったに使わないアクセサリーを保管していました。アクセサリーを外箱に収納するのもいまいちかなと思ったので、最近買ったマイクに付属して使いどころがなく困っていたポーチに全部収納することになりました。ちょっとパンパンですが、これで見た目もスッキリです。外箱は処分します。ここでなんと収納ボックスから片足のスニーカーソックスが見つかりました。旅行に行ってからないなぁと思っていたんですよね。買ったばかりだったので悔しくて、もう片方は1ヶ月近く取っておいたのですが、見つかってよかったです。でもこういうことがあるから見つからない片割れをつい5章大事にずっと取っておいちゃうんですよね。取っておくのもいいのか悪いのか。海外のコンセントの変換プラグです。先日海外旅行に行った時、マルチ変換プラグをうっかり忘れてしまい、仕方なく購入したのですが、もう不要ですので手放します。単独の変換プラグはコンパクトで持ち運びやすいというメリットもあるかとは思うんですが、個人的にはそんなにもサイズに大きな差は感じないし、やっぱりこれ一つでどんな国にも対応できちゃうマルチ変換プラグの方が便利だなと感じました。こちらはサングラス。海外旅行用に何年も前に買ったものですが、ここ数年は海外旅行に持って行きすらしませんでした。サングラスもともとあまり似合わないタイプですし、私はどこに行くにもキャップスタイルなので、キャップにサングラスはおしゃれというより防御率の高い、まるで芸能人ですよね。自分には合わないので、まだまだ綺麗で使えるものですが処分することにします。このメガネケースはお気に入りなので、車に置いている無料でもらった適当なメガネケースと交換することにします。ということでこちらも見直し完了。これだけのアイテムが手放せました。ということで家中の捨て活をしたら、これだけの今使っていないアイテムが出てきました。今回は特に超大量で嬉しいです。捨てるものはゴミとして処分するもの、売るものと仕分けていきます。液体が残った容器たちは面倒ですが分別して処分します。私は基本ビニール袋に新聞紙などの紙を詰め、そこに液体を噴射させたり染み込ませたりして処理しています。最初はこういった中身が残ったものっていらなくても見て見ぬふりをして部屋の片隅にこっそり置いていたんですが、やってみれば案外簡単に処理できるので、今はもう何のためらいもなく心に正直に処分できるようになりました。空の容器は市区町村のルールに従い処分します。もう何年も捨て活を続けていますが、捨て活をするたびにまだまだ不要なものがあることに気づかされますし、今の自分に大切なものって何だろうと考える作業が自分と真剣に向き合える私にとって特別な時間です。これからもずっとこの習慣は続けていくと思います。ということで動画をここまで見てくださりありがとうございました。捨て活を頑張ろうという励みになった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまたね。前回の動画でプチ物議を醸してしまった祖母のお下がり服についてケリをつけてきました。不要になったお下がり服4着を前回の動画で祖母に返すという手放し方法でお伝えしたところ、視聴者の方からたくさんのコメントご意見をいただきました。どちらかといえばネガティブな意見の方が多かったとは思うのですが、まずは率直な意見をくださり本当にありがとうございます。ただ私の言葉のチョイスもすごく良くなかったと反省していて、返すと言っても自分勝手にお下がりを押し付ける意図はなく、かつての持ち主だった祖母にどうするか相談するつもりで返すと表現してしまいました。そうだとしてもそもそももらったものなんだからわざわざ過去の持ち主に確認する必要はないとの意見はもう本当にごもっともです。
でも以前お下がりを自分の判断で処分した時、ものすごい罪悪感があったんですよね。でこれは普段捨て活で感じるもったいないとかそういう罪悪感とは違って、犯罪級の罪悪感というか、人が大切にしているものを許可なく勝手に処分してしまった、そんな悪いことをした後ろめたい気持ちになったんですよね。祖母や母がお下がり服をどう考えているかは分かりませんが、私から見るに自分では着れなくなった今でも取っておくぐらいすごく大切にしているものたちで、それを私が今はちょっとお借りして着させてもらっている、そんな感覚でいました。なので大切にしていたものを勝手に処分するというよりは、家族という関係ですし、むしろ今回の場合は率直に不要になったと伝えることの方が気持ちよくケリをつけられる、私にとっては最善策だと考え、返す、正しくは元の持ち主に相談することにしたんですよね。説明は長くなってしまいましたが、そういうことで私にはもういらないんだけどどうしようか、もしいらないなら古着屋さんに売ろうと思ってると家族に意を決して相談したところ、祖母はちょっともったいないけどしょうがないね、もちの好きにしと意外とあっさり手放すことを受け入れてくれて、ちょっと拍子抜けしてしまいました。母なんかはそんなもんもう売らずに捨てなよとまで言っていました。どうやら私が一番手放すことを重たく受け止めてしまっていたようです。本当にようやく心がふっと軽くなりました。ということで何十年ものの超古いお洋服たちを古着屋に持っていきました。30分待って出た査定額は20円。1着あたり5円の価格です。でも値段なんてもうどうでもよくて、古着屋さんがこの服たちをどうするか、または処分してしまうかは分かりませんが、もしかしたらまた誰かの手に渡るかもしれない、そんな望みを少し残せただけでも本当に満足です。不要なら手放せばいい、そんな合理的な判断だけでは片付かない物事があるんだと、今回身をもって実感できる経験になりました。そして捨て活をしていて身近な人からいろんな意見があるかもしれません。でも自分個人のものを残そうが手放そうが、それは自分にしか決められないことですから、もしかすると多くの人には納得してもらえないかもしれないけれど、でも納得してもらう必要もない、周りの意見を気にしすぎず自分の思いを大切にしてあげることが捨て活で一番重要なんじゃないかなと感じました。でコメントいただいて、なるほどなって思ったこともありまして、その方はお下がりをもらった時はもうもらった時点で不要になったら手放していいかあらかじめ確認されているそうです。これは大正解な方法ですよね。私もこれからは実践したいと思います。また一つ捨て活が自分の成長のきっかけになりました。いろいろなご意見アドバイスをくださった方々、本当にありがとうございます。